コウゼです。今回は最近購入した春夏アイテム購入品をご紹介します。全9アイテム、色違いを含めると全11点。それでは行ってみましょう。まずはみんな大好きユニクロ、超ベーシックなアイテムを2点購入しました。どちらも今着用中です。まずはボトムスからいきましょう。もうこれぞユニクロの定番中の定番アイテム、スマートアンクルパンツ。カラーは今履いてるブラックとホワイトを新調しました。サイズはオンライン限定の XS サイズ。153センチの私がお直しなしでこのくらいの丈感です。スマートアンクルパンツは今までに何本か持っていたんですが、お久しぶりに新調しました。毎シーズン欠かさず手に入れることのできるユニクロの定番中の定番アイテムの一つだと思います。やっぱり裏切らないよね。ほんとシルエットも最高に綺麗だし、オンにもオフにも使えるのに素材を含めてコスパ最強すぎでしょ。縦にも横にも伸びる 2way ストレッチ素材を使用しているので、これジャージ？ちょっとこの子はゾンビ実習してきますとか余裕で全然いけちゃうよねってぐらいの動きやすさ。大丈夫大丈夫、これ本当にもう屈伸だって見てみて、余裕だし動きやすいだけじゃないのよ。センタープレスが入っていること、そして膝下をストレートに見せてくれるテーパードシルエット。ウエストゴムなのに外からは見えないから腰回りもスッキリ。履くだけでスタイルアップしてくれるポイントがもうてんこ盛り。ベルトループもちゃんとついていて、このお値段でこんなに至れり尽くせる大丈夫って聞きたくなるくらいのクオリティでもって、あなた自宅で洗濯できてシワにもなりにくいとかマジどうかしてるぜ。もう一色購入したホワイトは透けにくい糸を使用しているんだって。とはいえ一切透けないというものではないのと、裏地があるわけではないので下着には要注意です。そして先ほどから着ているこのトップスも今回の購入品です。ユニクロ U のハイツイストコットンクルーネックセーター。今着ているのがオフホワイト、そしてブラックも購入しています。クルーネックセーターコットン T シャツじゃないんだ。そうなんですよ、これコットン 100% ニット編みのアイテムなんです。サイズはどちらも S サイズ。ユニクロ U のトップスといえばこちら、毎年ホワイトをサイズ違いで何枚も購入するクルーネックティー。クルーネックティーのレディースはかなりコンパクトめなサイジング、生地感もかなりしっかりめなアイテムなんですが、こちらは同じ S サイズでも少しゆとりのあるサイズ感です。肌触りがなんとも気持ちいいんだけど、強粘コットンっていうのが使われてるんだって。強粘コットンっていうのは繊維の強度が高くて、汗とか水分を吸収乾燥させやすいっていう特徴があるんだよね。丈夫だから毛羽立ちが少ないっていうのも特徴で、肌と繊維の接触が減るっていう意味でさらっと滑らかな肌触りが感じられるのが強粘コットンの長所。柔らかい素材ほど脱ぎ着するたびに伸びてきちゃう。そしてくたっとしちゃうのがしんどいネックラインはダブルリブ仕上げになっていて丈夫で安心。こちらもコスパ良さそうなアイテムですね。カジュアルな T シャツが苦手になってきたアラフォーって多いと思うんです。そんな方に試着だけでも試してほしい1枚で、実は私も店舗でこれちょっといいかもって思うまで完全ノーマークなアイテムでした。いつものサイズ感で問題ないと思いますが、できれば店舗で前後いくつかのサイズを試着してみてほしい。シンプルなアイテムほど、そして体型カバーしてくれる要素がたっぷり詰まったアイテムほど、ベストなサイズを探すのって本当に重要だと思うんです。試着は手間なんだけどね。でもその手間暇一つ省いただけで、片やおしゃれ見えバッチリ、片やお疲れおばさんモードまっしぐら。そのぐらいね、サイズ選びは重要だと思うので、ぜひお近くに店舗のある方は試着おすすめします。次からはベイクルーズの購入品が続きます。まずはアルディーノワールでセレクトされていたフィルニーのタックスリーブ T シャツ。サイズはフリーサイズです。まずはじめにこのグレーを購入したんだけど、あまりにもお気に入りすぎて、なんとこちらホワイトも追加で色違い。実は今回が初めましてのブランド。ストリートクリーンリラックスをテーマにしていて、抜け感のあるニュアンスを大事にしたデザインを重視してるんだって。無類の古着好きな日本人女性のデザイナーさんが作るアイテムは一見超シンプルなのに女性らしさを引き出してくれるアイテムばかりで、南谷的にかなり注目しているブランドです。素材はコットン 100%、 しっかり厚手でやや張りのある生地感。スリーブは幅がかなり広め、ショルダーに控えめに入ったタックデザインも特徴的。ネックラインは太めのリブで、ショート丈のボディも小柄さんの強い味方。ウエスト位置が高く見えるので、小柄さんがバランスを取りづらいワイドパンツと合わせてもかっこよくスタイリングができちゃう一枚。ホワイトも着てみました。透け感はほぼありません。 T シャツってカジュアルアイテムの代表選手
シュなのに、これをバサッと着るだけでモードな印象にもまとまるし、これだけでおしゃれ感度をグッと上げてくれる感じがして、マジでおすすめな1枚。 T シャツとしては決してお安いお値段ではありませんが、これはね、持ってて損はしないはず。お次も T シャツですが、ガラッと印象が変わります。ルージー M クラスのセレクトアイテム、ニュートーンの T シャツ。ニュートーンはフランス人デザイナーが手掛けるブランドで、70年代がキーワードになってるんだって。こちらも初めましてなブランドです。カラーはナチュラルを選びました。サイズはフリーです。一枚一枚加工されていて個体差はあるようですが、ヴィンテージのようなこなれた風合いが魅力的。これ自体が主役になってくれる大胆でインパクトのあるプリントですが、ベースのナチュラルカラーと馴染んでくれるのでハードな印象になりすぎず、他をシンプルにまとめれば大人の女性でも着やすいプリント T です。とはいえ1枚で着ることに抵抗のある方はインナーとして捉えるのもいいかも。ジャケット、ニット類のインナーとしても年中活躍してくれるアイテムです。足元はカジュアルなものよりヒールで合わせてあげた方が女性らしさをプラスしてくれるのでおすすめです。お次はベルメイユパンエナで、こちらのバイカラージャケットとコンチョベルトを購入しました。まずはジャケットから。サイズはフリーサイズで、カラーはホワイトを選びました。素材は綿 84%、ナイロン 16% の段ボールニット素材で、独特の弾力と柔らかさがあります。イタリアの生地メーカーアペル社が開発した生地が使われていて、カジュアルに着られちゃう素材なのにきちんと感のあるデザイン。このバランスが最高な1枚。リボンテープで縁取られたバイカラーのジャケットはデニムにもスカートにも合わせやすいし、幅広いシーンに活躍してくれる1枚です。ただ実は私これお直しをしております。もともとワンサイズだったこともあり、153センチの私にはだいぶ長めの丈でした。購入後、近所のお直し屋さんに相談をして裾を8センチほどカットしています。お直し代は5000円前後を見ておけば、裾のカット自体は簡単にできちゃうタイプで、なぜならもともと裾にはリボンテープの縁取りがなかったから。これがリボンテープ付け直しとかになっちゃうと、とんでもなくお高いお直し代になっちゃうと思うんですが、そこも見越して購入を決めました。とにかく柔らかくて着心地もとっても軽く、カーディガン感覚で気軽に羽織れます。バイカラーのデザインは上品にまとめてくれる効果もあって、ロゴ T とかあえてカジュアル色強めなインナーと合わせたりしても使えるので、大人世代は1枚持っておくと便利でおすすめです。お次はこちら、プントビータのコンチョベルトです。カラーはブラック、サイズは80と85があり、私は80を選びました。プントビータは柔らかい質感のレーザーとシルバーのコンチョを使った伝統的な製法が特徴で、デザインは普段使いもしやすいようにアレンジの効いたオールイタリアメイドのブランドです。このベルト以外にもたくさんベルトやアクセサリーも出ていて、ここ数年で本当にたくさんのショップでセレクトされるようになってきているので、目にすることの多いブランドじゃないかと思います。フラワーモチーフのコンチョは存在感がありますが、太すぎず細すぎずな絶妙なバランスのベルトとマッチして、シンプルなスタイルを格上げしてくれる一本。シンプルなワンピの上からウエストマークしても使えるし、いつものコーデに少しアレンジを入れたいなという時に活躍してくれるベルトです。さあ、ベイクルーズの購入費まだまだ続きます。そしてここからは全て靴の購入費になります。まずはプラージュで購入したマウロリバリのグルカサンダル。カラーはブラック、サイズは36を選びました。イタリア産の一作です。いや、今年を象徴する靴ですよね。グルカサンダル、私もゲットしちゃいました。クッション性のあるインソールが使用してあり、とにかく柔らかくて履きやすくて歩きやすい、もう本当にアクティブに動けます。マウロディバリではレザーの加工に独自の工程が採用されてるんだって。仕上げは専門の職人さんがハケで色付けするんだとか。時間がかかりすぎるっていう理由で他のたくさんのメーカーが省いてる工程を大事にしながら製品作りをしているのがこのブランド。これだけレザーがしっかりと使われている上に、時間と手間暇を惜しまず作られている一足なのに2万円以下で買えちゃうんですよね。めちゃくちゃコストパフォーマンスが高すぎ。実は他のブランドのグルカサンダルもいくつか試着したんですが、丸っこくボテッとした印象の強いグルカサンダルは低身長の私には結構バランスが難しいアイテムで、足の甲を覆いすぎたものなんかはほぼ全滅に近かったです。そんな中見つけたのがこの一足で、足の甲の肌が見える分量やつま先部分やソールのボリューム感、私にはベストマッチと言える一足です。そしてこちらはブーツでも大変お世話になっておりますネブローン、いつもお世話になっております。 T ストラップフラット
トサンダルカラーはブラックのサイズは36を選びました。こちらもグルカサンダル風のデザインが特徴のフラットシューズなんですが、今年トレンドのグルカサンダルとは一線を画すこのデザインに一目惚れしました。先ほどのマウルビバリのグルカサンダルよりもさらに素肌が覗く分量が多いので、ボリュームのありすぎる足元にしてしまうとバランスの取りづらい小柄さんにはおすすめしたい一足です。マットでクラシカルな印象の柔らかいブラックレザーと中心上にラインが集まったエレガントなアッパーのデザインが特徴で、存在感があるのに主張が強すぎず、リゾートスタイルにもカジュアルスタイルにもマニッシュなスタイルにもとにかくテイストを選ばず足元を素敵に仕上げてくれる一足です。最後はウィムガゼットで購入したカミランドのトングサンダルカラーはブラックサイズは36を選びました。春先から秋口にかけてほぼ B さんばっか履いてると言っても過言ではない私。いや、気づくと子供のお迎えとかちょっとスーパーに買い物とか昭和の母さんのつっかけ感覚で B さんを履いちゃう私です。華奢な B さんが今までの私の定番だったんですが、今回ちょっと今年っぽいものも追加したいなと思って選んだのがこちら。ややボリューム感のあるレザーストラップと高さにして約 1.5 センチほどの厚みのあるソール、そしてレザーの質感が大人でも履きやすいと思って購入したい一足。カミランドの靴はね、ローファーにサンダルに何足か持ってるんです。もうね、とにかくここの靴は柔らかくて履きやすいものばっかり。シンプルなのにしっかりと存在感もあるっていうデザインが上手なブランドで、なおかつレザーを使ったアイテムなのに2万円以下で購入できちゃうものが多いので、普段使いしやすいブランドです。普段使いしやすいのにこなれ感とトレンド感を一気にプラスしてくれるのもこのブランドの特徴かなと思うので、まだトライしたことのない方はぜひチェックしてみてね。ということで今回は最近購入した春夏アイテム購入品をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。実はね、今日一緒にご紹介したかったアイテムが他にもあったんですが、予約でまだ手元に届いてないものもあったりで、その辺はまた別の動画の中でコーデとして登場するかもなので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとう。今日も明日も元気にいってらっしゃい。南田こずえがお送りしました。また